こんにちは、レイトです。今回の動画ですね、ラジコンの WPL ジャパンの動画になります。この物体なんですけど、これがですね、100均で見つけたやつで、本来何用なんだろう。ミニチュアフィギュアラック。もともと、ここにラベルがあるんですけど、100均っていうのはセリアさんですね。セリアさんで見つけたんですけど、このラベルにあるように、もともとなんかミニチュア関係というか、一応このイラストだとなんかちっちゃい戦車とか、工事用の車とか載せてるような、飾ってあるような感じになってますけど、ものとしてはこういう感じなんですけど、これが結構久しぶりにですね、100均で、なんていうんですか、その売り場でなんかいろいろ探していて、ちょっと興奮しちゃうようなやつを久しぶりに見つけたんで、ちょっとご紹介させていただきたいなと思って。なんでかっていうと、これ見た目の通りなんですけど、ちょっとこう鉄筋で作られたような造形になってますけど、あとこういうなんか滑り止め加工みたいな。よくありますよね、構造とかの床とかで。っていう、こういう模様になってるんですけど、これが、この WPL ジャパンのこの車両にですね、スケール感がなんかすごい合うなと思ったんで、ちょっとご紹介させていただこうと思いました。で、これがですね、L サイズってやつで、こっちが S サイズってやつなんですよ。で、こっちは、なんか、スケールガレージって言って、この、例えば WPL ジャパンのこの車両だったら、このスケールに合わせて、こう自分でガレージを作っちゃうみたいな。よく動画のサムネイルで、ガレージの画像使ってると思うんですけど、ああいうようなやつですよね。多分この動画もサムネイルはガレージになってると思うんですけども、なんかそういうところにちょっと置いたりとかっていうのにもいいんじゃないかなと思いました。で、これが、作りとしては、こんな感じで、横と、こうガチャッとくっつくわけではないんですけど、ちょっとポッチと溝があって、そこが合うような感じになっていて、多分綺麗に並べられるような感じになってるんじゃないかなと思うんですけど、あとこの底の部分ですね。底の部分にもポッチがついてて、で、上には溝があるんで、ここもこんな感じで、重ねて、ある程度ずれないように重ねておけるような感じになってます。でこの S サイズの方も同じような感じですね。溝まではないんですけど、一応ここの足が、ちょっとこれ1個しかなかったんで、今回は1個しか買ってないんですけど、上に多分重ねてもずれないような感じになってます。多分これはスケールガレージに使うんだったら、作業机みたいな感じで置いておくには、ちょうどいいサイズかなと。ちょっとこの辺角があるんで、多分これ取って平らにしてあげれば、それっぽく見えるんじゃないかなと。で、これはまたちょっと別の動画でご紹介させていただきたいと思うんですけど、今回は、こちらの L サイズの方ですね。これをちょっと1個塗ってみようかなと。これ、このままでもいいと思うんですけど、せっかくかなりいい形してるんで、塗ると、またより一層いい感じになるんじゃないかなというのがありましたので、今回はですね、これをちょっと早速、もう買ってきて早速って感じなんですけど、ちょっと塗ってみようかなと。で、1個塗って、でもう1個はですね、さらに、これ多分、ここ、全部カットしちゃって、この上の板だけ残すような感じにすれば、この C14 とかの後ろ、このベッドの部分ですね。多分フラットベッドとか言うと思うんですけど、もう平らなこの鉄板のような感じになってるんで、これをここにそのまま乗せちゃって、見た目をちょっとカスタムするような形にも使えるんじゃないかなと思ったんで、1個は今回の動画で塗る。で、1個はちょっとこの C14 のフラットベッド化というか、そういうようなカスタムの事例紹介として、また使わせていただこうかなと思ってます。はい。あと、今もう置いてあるんですけど、大きさ比較ですね。実際どんな感じのサイズ感かっていうので、もうこれ、車体が、例えば C14 だったら、こんな感じのサイズ感になります。で、これ16分の1ですね。で、12分の1。12分の1の C34 だとどんな感じになるかっていうと、これぐらいのサイズ感。似たような比率というか感じにはなると思うんですけど、こんなようなサイズ感のものにはなります。
で、まあこれ実際何に使うのっていうと、もちろん人それぞれでいいと思うんですけど、僕は1個今回塗ったやつは、ちょっとこう、まあラジコンの整備するときに、ネジとか細かいパーツ類とか、パーツ皿みたいなのにこう入れたりすると思うんですけど、そういうなんかちょっとここに置いておくみたいなのにも、実用としてもなんか便利そうだなと思ったんで、ちょっと今回は色を塗ってみて、こう雰囲気がいい感じになりましたっていうのを、さらにですね、普段、車体を整備するときに、まあ、ネジ類なんかをちょっとこう置いておくようなパーツ皿というか、パーツ置き場みたいな、まあそういうようなものとして使っていってみようかなと思ってます。じゃあちょっと早速塗っていこうと思うんですけど、今回は、どうしようかな。ここを、まあ、せっかくこういう感じの形になってるんで、ここは、まあ、シルバー系の色で塗装して、で、このフレームの部分っていうんですかね。この骨組みというか、鉄筋みたいになってるところは、オレンジとか赤とかが、まあそれっぽくなると思うんですけど、黄色とかでもいいと思いますけどね。今回は、オレンジ系で塗ってみましょうか。でここを銀にして、ここオレンジにしようと思うんで、最初にここ塗っちゃって、あと残りの色塗るっていう感じが楽そうなんで、ちょっとそれでやってみます。一応ですね、歯ブラシと中性洗剤でゴシゴシゴシっと洗ってから乾かして塗ってます。まあ、最初に黒いサーフェイサーですね。クレオスさんのフィニッシングサーフェイサー1500ブラックかなっていうやつで塗ってます。まあ、シルバーで、上だけシルバーで塗るつもりだったので、黒いサーフェイサーは上だけに拭いてます。まあ、こんな感じで、上の面だけですね。上の面だけにさーっと拭いてます。続いてこれがシルバーですね。シルバーはタミヤさんのスパークリングシルバーを拭いてます。まあこういう金属表現の時にもちろん個人の好みとかあると思うんですけど、僕は結構何て言うんですか、普通のお値段の塗料の中ではこういうちょっとギラギラっとした色合いで、まあ銀色というか、まあ金属のちょっとこうギラギラっとした明るい色というか、ちょっと反射するような色ですかね。そういうのを表現するときには、すごい高いやつは除いて、メッキ色とかって結構高いじゃないですか。ああいうのじゃなくて、気軽に使える普通の金額の塗料の中ではすごくいいなと思ってるんで、結構気に入って、こう、金属の表現をするときには、このタミヤさんのスパークリングシルバーっていうのをよく使うんですけど、それで拭いてます。はい。で、次がこれ、もうマスキングテープ貼っちゃってますけど、シルバーで金属っぽく残したいところですね。そこは、今画面で見ると黄色いテープが貼ってあるところがあると思うんですけど、これがマスキングテープで隠して、マスキングしてある状態ですね。一応下側も、ちょっと映るかわかんないですけど、下側も同じような感じでマスキングをして、そこは黒いサーフェイサーが残るような感じにしてみました。で、次に吹く色が黄色とオレンジの間のような、まあ明るい色なので、ここで吹いているのは、まあ普通のサーフェイサーなんですけど、ガイアさんのサーフェイサーエボですね。まあ、ガイアさんっていろんなサーフェイサーの種類今出されてますけど、その中で比較的というかかなり明るめの方の色になるとは思うんですけど、まあここで白っていう選択肢もあるとは思うんですけれども、まあ白にしちゃうと、その後から塗る、まあ黄色とオレンジのその間の色がかなり明るく、発色しすぎちゃうというか、まあこれ、物が鉄骨みたいな感じなんで、まああんまり発色良くなりすぎても不自然かなっていうのがあったんで、まあほどほどにっていうので、通常のこのグレーのサーフェイサーですね、を吹いてます。まあむしろ、こう色を、まあ、サフを乗せていってちょっとこう残っちゃうところもあると思うんですけど、特に今回の場合形状が複雑なので、塗り残しっていうかちょっとこう下の黒が
サフで覆い隠しきれなくて、ちょっと残っちゃうようなところも出てくると思うんですけど、まあそれはそれで別にいいかなぐらいでやっちゃってます。まあ後からのせる色が、そこにこう、うまく乗らないところが、まあ、グラデーションみたいになるんですけど、今回のこのものの場合は、まあ、そういうような仕上がりになってもおかしくないというか、まあ逆にちょっとこう立体感が出るかなぐらいでやってます。はい。で、これが最後ですね。まあこれがですね、後で多分説明もう一回入るんですけど、オレンジで塗るって言ってたんですけど、これもう黄色ですね。黄色。ちょっと特殊な、これ塗料、まあ、特殊ってわけじゃないんですけど、特別な仕様の塗料というか、クレオスさんの、まあ、ガンダム用のカラーっていう感じのやつ、ありますよね、塗料で。クレオスのラッカーで、RX78 イエローっていうやつ。なんかアニメカラーみたいな、なんかそういう設定色に多分近づけたやつだと思うんですけど、それで塗ったら、まあ、ちょっと、もうかなり黄色に近い黄色とオレンジの間の色みたいな感じなんですけど、すいません、これちょっと撮影した後に今声入れてるんですけど、この塗装シーンですね。で、多分この後また同じような説明入っちゃうと思うんですけど、一応そういうわけで、これはオレンジで塗るって言ってたんですけど、まあ、パッと見黄色ですね。黄色の色になっちゃった。で、塗り始めて気づいたんですけど、まあ、いっかって感じで塗ってます。はい。というわけで、こんな感じで塗れたんですけれども、ここからですね、このマスキング、ちょっと剥がしていきたいと思います。裏側にも一応貼ったんで、こっちもですね、マスキング剥がす瞬間って、皆さん同じようなこと言われると思うんですけど、一番気持ちいいですよね。なんか塗った時に。はい、こんな感じで、まあ、裏は黒そのまま残して、上はこの銀色の感じ。で、オレンジに塗るって言ってたんですけど、もうこれ黄色、ほぼ黄色ほぼ黄色ですよね。これどんな色かっていうと、ちょっとこれオレンジに塗るって言ったのに、これ多分画面で見ても、ほぼ黄色じゃんって感じだと思うんですけど、これ使ったんですよね。このガンダムカラー4ビルダーズっていうやつの、一応色の名前で言うと、RX78 のイエロー。まあ、RX78 イエローか。で、まあ、バージョン、アニメカラー、反光沢みたいな。多分アニメの色のガンダムの黄色に合わせた色ですよみたいな感じの塗料だと思うんですけど、これ結構、瓶の蓋の色見るとオレンジなんですけど、実際塗ると結構黄色いんですよね。これ、確か、たまたまなんですけど、これもそうだったんですよ。これの、これ結構いい色だなと思って、黄色とオレンジの間みたいな色で、いい色だなと思って、前ここに塗ったんですよ、そういえば。これ塗ってて思い出したんですけど、で、ここ塗った時に、あれ、ほぼ黄色だなと思ったんで、その時はオレンジ混ぜて、ちょっと、これ半分オレンジ半分みたいな感じで、この色にしたんですけど、本当は、で、それ忘れてて、本当は、そういえばここに塗った色のオレンジ良かったなと思って、これそのまま塗っちゃったんですよ、今回。だからちょっと間違えちゃったんですけど、まあ塗り始めて、そういえばそうだって思い出したんですけど、まあ別にこの黄色い感じでもいいかなと思ったんで、そのまま塗っちゃいました。はい。で、まあここからですね、まあ、こういう形したものなんで、もう汚し塗装をちょっと軽くして、それっぽい雰囲気にして、このままパーツ置き場とかに使っちゃうと、多分、塗料とか剥げてくるんですよね。で、その時に、綺麗に塗った状態で塗料が剥げてくるとなんか変な感じになっちゃうと思うんで、であれば、まあ、汚し塗装しちゃって、それで剥がれてくるみたいな感じの方が、まあ、剥がれてもおかしくないっていうか、そんな感じかなと思ったんで、ここからちょっと、まあ、軽く、あんまり手間をかけても仕方ないと思うんで、まあ、軽くですね、やっていこうかなと思います。あと、今回この素材がですね、
ここに貼ってあったシールにも書いてあったんですけど、ポリカーボネートって書いてあったんで、多分そんなに塗料のノリっていうか、食いつきが良くないと思うんですよ。なので、そういう意味でも、汚し塗装をあえてしといて、全然剥がれてきてもおかしくない感じにしちゃおうかなっていう狙いもあります。これ、他の動画も見ていただいている方、結構もうおなじみだと思うんですけど、これ、タミヤさんのエナメルで、黒と茶色とグレーかなを混ぜたやつなんですけど、これで本当に適当に塗って、よくふざけて秘伝のタレとか言ってるんですけどね。多分他にもいろいろ混ざってるんですよ。これずっと使ってるんで。で、なくなってきたら、またその時々で、その時にちょっと、寄せたい色をちょっとこう多めにしたりして、混ぜたりしてるんですけど、だから、実際は結構多分他の色もあると思うんですけど、メインは、黒と茶色とグレー。で、黒が2、グレーが1、茶色1ぐらいだったと思います。で、これをこうベタベタ塗って、どんどん塗って、拭き取るって感じですね。で、もちろんもっとちゃんとしたモデル、本当にプラモデルって感じのやつを作るときは、もうちょっとちゃんとやるんですけども、これ本当に適当です。こうしたいなっていう表現によって、こう塗った後にしっかり乾かしてからこう拭き取る場合ももちろんありますし、今回の場合はもう塗りながら拭きながらみたいな感じで、ちょっと適当ですけど、そんな感じでやっちゃおうかなっていう感じです。ちょっとそろそろ拭いてみましょうか。もうティッシュでやっちゃうんですけど、こんな感じですね。ちょっとすいません、反射しますね。ちょっと今塗りたてで拭きたてっていうのもあるんですけど、それだと余計反射しちゃうんですけど、こんな感じですね。今塗ってこうガーッと拭き取っただけっていう感じです。で、他の面もちなみにこの最後に汚し塗装もこうラフな感じでやるっていう前提なんで、このそもそもの元々の塗装ですね。塗装段階も結構適当です。この黄色とかって結構色塗られる方はわかると思うんですけど、黄色って結構難しいじゃないですか。しっかりパキッと綺麗に塗るってなると、黄色って多分一番難しいぐらいの部類の色になると思うんですけど、今回はサフェーサーももう普通にグレーで塗って、そのグレーの上にこの黄色を吹いたっていう感じです。こういう鉄筋っていうか、鉄骨っていうか、そういうものって本物も別にそんなに綺麗に塗られてないじゃないですか。なので、逆にあんまり綺麗に塗りすぎてもおかしくなっちゃうかなぐらいの感じで、結構適当にやってます。これカーモデルのボディとかとまた全然変わってくると思うんですけどね。どこまでやるかっていう。どこまでしっかりやるかみたいな。だいたい、こう、下の方は濃いめに残しとくと、それっぽくなりますよね、こういうのって。あとは同じような作業になるので、ちょっと飛ばしちゃいますけど、こんな感じで全体的にですね、塗っては拭いて、塗っては拭いてっていう感じで。結構塗って、ちゃんと乾かしてから丁寧にやった方が、よくはなるんですけど、それだと結構手間がかかっちゃうんで、これ、普段使いっていうか、普通に道具として、パーツ、動画の最初の方でお伝えした通り、パーツ置き場みたいにするんで、そんなに手間をかけてもなっていうのはあるので、結構本当にラフにやっちゃいます。なので、こう、塗っては拭いて、塗っては拭いてっていう方が、結構簡単にやれるので、一回しっかり乾かしちゃうと、結構取るのが大変なんで、こんな感じで、塗って、半乾きぐらいで、こう、拭き取っていっちゃうっていうのは、結構作業としては楽ですよね。で、こう適当に拭きながら、こう、
いい感じで汚れが残ったなみたいなところは、まあそのまま残すみたいな感じで、こう様子見ながらやっていくと結構簡単にできるんじゃないかなと思います。で、下の方なんかはもうほとんど拭き取らないぐらいでいいと思います。こんな感じで。まあ、こういうものって下に汚れが溜まるっていうのがあると思うので、本物の話ですけどね。その方がそれっぽくはなるんじゃないかなと。じゃあちょっとここから同じ作業になるんで飛ばしちゃいますね。はい、これで全体的に汚し塗装したっていう状態になった。ここ塗り残してましたね。すいません。塗り残してました。黄色が綺麗なまま残ってました。こんな感じで全体的に塗っては拭いて塗っては拭いてっていう感じで、汚し塗装というかフィルタリングっていうのか、こう全体的に乗せて拭いたっていう状態で、これだけでも結構雰囲気は出るんじゃないかなと。もちろん好みとかあると思うんで、別に綺麗に塗ってそのままっていう状態でもいいと思いますし、僕は結構こういうの汚した方が雰囲気が出て、あとは他のものとの統一感もこういう他のものって自分で汚した車体ですよね。こういう僕は結構汚し塗装するのが好きなんで、そういうものと一緒に置いた時もこんな感じで違和感があんまりないんじゃないかなっていうので、こういう周りに置く小物みたいなのも結構汚し塗装しちゃうっていうのが好きなんですけどね。はい。で今回本当にあくまでも100均で、これですね。これが塗る前ですけど、こういうものが売ってましたと。で、塗ってみたらこんなになりましたみたいな簡単な動画にはなるんで、これぐらいにしておこうかなと思うんですけど、もちろんここからさらにいろいろサビとか、ちょっと欠けて、塗装が欠けて下の金属見えてますみたいな表現とか、そういうのも、いろいろ、もうむしろ練習台みたいな感じでやるのも100円ですからね、面白いんじゃないかなと思います。あと、動画はもうそろそろ終わりにするんですけど、ここからですね、エナメル塗料がしっかり乾いたら、最後にトップコートっていうやつがあるんですけど、クリアカラーですね。それを上からまた吹き付けて、表面保護ですね。そう簡単に剥げないっていう風になるので、それぐらいは後でしておこうかなっていう感じです。はい、今回ですね、セリアさんにこういう WPL ジャパンのこの車体ですね、のサイズ感にちょうど合うような小物があったんで、それをご紹介させていただいて、あとはちょっと塗ってみるとまた雰囲気出ますよ、みたいなご紹介の動画ですね。っていう感じでした。はい。あと汚し塗装すると、エナメル特に手が汚れちゃうんですけどね。こんな感じで。はい。では今回の動画ですね、以上になります。ご視聴いただいてありがとうございました。